晴れの日に、作りたくなるような、晴れの日レシピになります。チキンスパイスカレー、スパイスさえあればめちゃめちゃ簡単にできます。鶏もも肉をつけていきます。この漬け込むのがポイントですね。せっかく晴れの日なんでちょっとひと手間かけて美味しく食べようとか、晴れの日というのは何気ないところから突然晴れの日になるわけですよね。いつも心に晴れの日を。皆さんこんにちは。今週のごちそうさまチャンネルは、晴れの日レシピになります。チキンスパイスカレー。晴れの日レシピというのはですね、その読んで字のごとし、晴れの日に、作りたくなるようなメニューということなんですけど、私自身ですね、晴れの日というのは何気ないところから突然晴れの日になるわけですよね。ちょっとひと手間かけて美味しく食べようとか、いつもね心に晴れの日思っていると晴れの日になるよという、ちょっとよくわかんないけど、はい。ではチキンスパイスカレー作っていきます。鶏もも肉、それからスパイスがですね、まず鶏もも肉をつけるスパイス、コリアンダーパウダー、クミンパウダー、チリパウダー、ガラムマサラ、それからニンニク生姜のすりおろしでオリーブオイルですね。あとお塩、それからカレーのベースとなるそのスープの部分ですね。それは玉ねぎとトマトだけで作ります。で香りを出す、固形のスパイスを別で使います。でそれがクローブ、カルダモン、クミンシード、マスタードシードで、炒める時のオリーブオイル使いますね。このようにスパイスたくさん使うんですけど、スパイスさえあればめちゃめちゃ簡単にできます。普段家にないスパイスもあると思うんですけど、せっかく晴れの日なんで、あとはその煮込む時間だけですね。じゃあまず、鶏もも肉をつけていきます。この漬け込むのがポイントですね。鶏もも肉まず10等分ぐらいにします。だいたいこのぐらいのサイズでいいですね。しっかりと食べ応えがあるサイズっていうふうに思っていただけるといいと思います。でもも肉はボウルに入れて、実はこのカレーナイルさんって皆さんご存知ですかね。そのナイルさんに昔番組でご一緒させていただいた時に教わったベースなんですよ。でだいぶ内容違うんですけど、僕なりによりちょっと複雑な味にしたのがこのカレーですね。はい、そしたらここにまずニンニク生姜すりおろします。今スパイスカレーブームですからね、どうやって作るんだろうって思ってる人も結構いるんじゃないかなと思うんですけどね。今日作るスパイスカレーは結構本当に素朴な作り方です。すりおろし終わったらさっきの鶏肉のボウルの中にニンニク生姜でオリーブオイル、ガラムマサラ、チリパウダー、これが辛さの根源ですね。チリパウダーだから辛いの苦手な方はこれ減らす、逆にめちゃめちゃ辛い方がいいぞって人はこれを増やす。で、コリアンダーパウダー、クミンパウダーでお塩とで揉み込みます。で揉み込んでこういう状態ですね。全体にスパイスが絡まって、この状態で1時間置きます。1時間置いてからまた調理スタートですね。はい、晴れの日なんでちょっとぐらい待ちましょうよ。はい、1時間経ちました。そうすると鶏ももってピンクだと思うんですけど、ちょっとスパイスも入って茶色くなるっていうか、ちょっと顔色悪くなりますね。そしたら次にベースを作っていきます。玉ねぎとトマトを、こういうミキサーで、液状にします。はい、これ大事ですね。でミキサーない方は普通にすりおろしでこうおろしてもらっても同じことができるんで、ちょっとトマトねやりづらいんですけど、トマトをすりおろしづらかったら細かく切って煮詰めていけば同じようになりますね。はい、で玉ねぎは切ってから、ミキサーの蓋を開けて、フードプロセッサーっていう言い方もしますけどね、ブレンダーっていう言い方もあるよね。でトマトもカットしてもう皮ごと入れちゃいます。そしたら蓋をしてスイッチオンします。でちょっと上の方がこうやってたまるんで、こういう木べらとかで少しこう
この大きさのブレンダーというかミキサーはご家庭はないかもしれないですね。そうですね。小さいもので何回か分けてやってもらえば、はい、いいと思います。いいですかね。はい、玉ねぎとトマトが、このようにジュース状ですかね。ピューレ状という言い方もするんですかね。になれば次の工程に移ります。さっき鶏肉を漬け込んだスパイスとは別にご紹介したスパイスがあったと思うんですが、次の工程はそのスパイスを、オリーブオイルで熱して香りを強くしていきます。でその中にあるカルダモンという、スパイスがあるんですけど、これすごい硬いんですね。で硬いんですけど中割ると種が入っていて、その種が、油に触れてる状態で、火にかけないと香りがあんまり立たないので、はい、なのでこれを切って、もしくは手で割って、手でちょっとね割ると硬いんですけど、手で割れなかったら包丁で切って、割れるわ今日はね、この状態で火にかけていきます。はい、まずフライパン火つけてオリーブオイル引きます。まだ油温まってないんですけど、ここにまずクローブ、割ったカルダモンから、マスタードシードでクミンシードで、ちなみにこんなにやっぱりスパイス揃えられないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。絶対外しちゃいけないスパイスは何かと、マスタードシードはまあギリギリ外してもまあいいかな。あとはダメっすね。外せない。アドバイスあんまなってないです。そうですね。ちょっとダメかな。揃えろと。やっぱそれぞれに香りがありますね。はい。はいはい。匂いが立ってきました。でマスタードシードがパチパチいってきました。でね、マスタードシードとかこう跳ねるんですよ。カルダモンの粒とか種とかが。でこの跳ねてきたらもう香り結構立ってると思うんで、パチパチいっちゃうから、ここでお肉、さっき漬け込んだお肉ですね。ここで焼いていきます。ちなみにどこに行けば揃うんですか？あれですね、ヒント。コーヒー豆も最近は売っている。ワインもたくさん売っている。いろんな世界のソース、調味料が売っている。だいたい入り口でコーヒーの試飲している。はい、これはヒントですね。はい、まあだいたいそこ行けばスパイス揃うじゃないですかね。はい、いい匂いですね。とってもいい匂いだ。お肉表面に少し火を入れて、で粉をまぶしてある状態なんで、あんまり火かけ続けちゃうとこの状態で、スパイスが焦げちゃうんですよ。なので表面うっすら火が入った状態で、先ほど、フードプロセッサーにかけたこのトマト、玉ねぎ、これを入れていきます。全体混ぜて、この時点だとね大丈夫なのって思うんですよ。だんだんその漬け込んだ鶏肉についたスパイスが、もう一回広がってくれます、ここで。はい、だけどお肉には1時間ぐらいつければ噛んだ時にちゃんとスパイスの味が入ってる状態なので。でこれで蓋をして20分煮ていきます。でこれちょっとドロッとしてるじゃないですか。手とかにつくとすっごい熱いんですよ。要注意ですね。はい、蓋してこのまま20分煮ていきます。はい、じゃあ20分経ちましたんで、このぐらい水分が飛んで、色がもう茶色ですよね。で要は煮詰めていってトマトと玉ねぎの水分を凝縮していくって感じですかね。それで旨味、野菜自体の旨味と、かつ鶏の旨味がこの水分の中に溶け込んでいくっていう。でちょっと、煮込んでいくと液状とはいえ玉ねぎとそのトマト、やっぱり固形分が少し残ってるんで下当たる可能性があるんで、時々こういうふうに混ぜて煮ていってください。はい、この状態になったらで一回ここで味見をしてちゃんと旨味を感じるということが大事ですね。で旨味を感じる状態になったら初めてここで塩を入れていきます。はい、今とっても美味しいのでお塩ザザッと結構ねしっかり加塩していいと思います。はい、塩しっかり溶かしてで再度味見。とても美味しいです。はい。で火止めて盛り付けですね。あったかいご飯の上にカリー。で割とねしっかり味なんで、そんなに要は欧風カレーなんていうかルーで作るカレーみたいにドバーッとかけなくていいですね。このぐらいでいいと思います。
あとお好みでねパセリ散らすとか彩りは、添えていただいていいんじゃないですかね。はい、完成です。はい、じゃあ早速いただきます。スパイスカレーね。いただきます。うん。うまい。うまいよ。晴れの日レシピということでね、チキンスパイスカレー作りましたけど、本当に最初にお伝えした通りスパイスさえあればそんなに難しい工程なかったですよね。でスパイスの固形のものが入ってますよね。でクローブは結構硬いんでもうほぼ噛み切れないんで出してください。でカルダモンもそれこそインドの方とかは食べちゃうみたいですけど、多分ね日本の方結構噛むとキーってちょっとくるのでそれも出した方がいいかもしれないですね。はい、あくまでも香り付けのスパイスだと思っていただけるといいと思います。スパイス系のカレーにはやっぱりハイボールがありますね。濃いな。今もう暑いじゃないですか。やっぱ暑い時やっぱりスパイス辛いもん食いたくなりますよね。そういう時にねちょっと気分転換にというか、あるお休みの日がありましたと。でチャレンジして家族でこのチキンスパイスカレーを食べるとですね、なんとパパすごい、ママの場合はママすごい、晴れの日だよっていうね。花には水を、猫にはチュールを、子供には愛情を、いつも心に晴れの日を。ごちそうさまでした。かっこいいですね。昨日から準備してた。してないです。